こんにちは、マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。もしあなたが自己成長に本気で臨むのであれば、漠然としてでもいいんですけど、自信が欲しいと思ったことは一度はあるとは思います。もしこの自信とか、自分への信頼ですね、が生まれつきのものではなく、トレーニングによって鍛えられるとしたら、あなたはどう思いますか？今回のテーマはそれですね。自己効力感、自信を持つ自分の能力への信頼を自己効力感、やればできるっていう感覚を自己効力感なんですけど、これから紹介する方法は、科学的根拠に基づいた自分の心の向かう先を自分でコントロールするために必要な、自己効力感ですね。脳と心のトレーニングですね。そういうのを紹介していこうと思います。なので、自己成長、自分への信頼感を高めたいという人は、ぜひ最後まで動画をご視聴ください。さて、本日のテーマ、自己効力感、いってみましょう。はい、まずはじめに、今日のテーマである自己効力感の概念ですね。自己効力感とはつまり何ぞやっていう話をしていこうと思います。この概念っていうのは、スタンフォード大学、心理学とか脳科学とか、そういう、自己成長とか能力開発ですねに関わる研究を数多くしているアメリカでもトップクラスに入る、世界的に有名な大学ですね。その中でも、さらに有名な心理学者であるアルバート・バンデューラー博士という心理学者の先生が、提唱した概念と言われていますね。簡単に言えば、この行動とかこの目標を自分なら達成できると言える感覚を、もともとは自己効力感と定義してたらしいですね。目標を遂行する、達成する、行動を実現する、自分自身への能力の信頼感っていうのが自己効力感ですね。よく勘違いされるのが、自信っていうか、漠然とした自分への期待というか、自分には価値があると思うっていうのと、自己効力感は混同されがちなんですけども、そういうのを自尊心って言いますね。高みにいる感覚とはちょっと違うんですよね、自己効力感っていうのは。やはり自己効力感を表す言葉で分かりやすいのは、よく使い古されてるんですけど、やっぱり私ならやればできるっていう、この感覚ですね。これがやっぱり自己効力感の全てですね。やればできるってのは、目標を達成できるとかですね、遂行できるとか、完了できるとか、そういう自分の持ってるスキルとか能力とかでやり遂げられるだろうって思える感覚ですね。で、この自己効力感が高いと、言わずもがな、高い目標であっても、果敢に挑戦することができ、あとは失敗を恐れず粘り強く努力を続けられるっていうメリットがありますね。たとえ失敗しても、私はやればできるんだから、たまたま失敗したけど、その失敗を生かして次は絶対達成できるはずだって考えることができるんで、失敗を恐れるっていうのは減りますね。その結果、目標達成の確率が格段に上がり、人生の幸福度とかですね、満足度が向上するよっていう研究結果も数多く出ていますね。やればできるっていう感覚もそうなんですけど、具体的に言ったら目標を達成できる感覚というか、自分への信頼ですね。それが自己効力感ですね。まさに人生を切り開いていくためのエンジン、原動力と言えますね。もっとわかりやすく言ったら、自己効力感が高い人ってのは、目の前の壁を壁と感じにくいみたいなのもありますね。身長180センチある大人の人が15センチの柵を乗り越えるのと、身長120センチぐらいしかない、小学1年生とか2年生の子が15センチの柵を越えるってなったら、その難易度って感じ方って全然違うじゃないですか。見えてるものの高さも変わるわけですしね。この自己効力感はもっと分かりやすい例で言ったら、心の筋肉ですね。筋肉ってのは生まれつきやすい人とつきにくい人、体格がいい人、体格が小さい人といろいろいると思うんですけど、正しいトレーニングを積んでいけば、筋肉と一緒で、自己効力感っていうのは、太く強くたくましくすることができるんですね。生まれつきの筋繊維の量みたいな、筋肉と一緒で、筋肉のつきやすさとかは、変わるかもしれないんですけど、鍛えれば誰でも高めることができるっていうのは、共通してますね。なので、これからお話しする自己効力感を高める方法っていうのは、科学的根拠をもとに、心の筋肉ですね、を効率よく鍛える方法ですね。なので、これからお話しする内容は、心の筋肉を鍛える、科学的エビデンスのあるやり方を紹介していきます。要は心のトレーニングメニューってことですね。さて、では、この心の筋力、自己効力感を鍛える仕組みですね。今どういうものがあるか見ていきましょう。
自己効力感の提唱者であるバンデューラ博士の理論では、自己効力感っていうのは主に4つの源泉。言い換えれば4つの最強の筋力トレーニングメニューですね。によって、鍛えられると言われています。それではこの自己効力感を高める4つの要素、4つの仕組みですね。効果の高い順に紹介していきます。1個目が、これはイメージつくと思いますが、達成経験ですね。そもそも自己効力感っていうのは目標を達成できる。私ならこの目標を達成できるって思える感覚なんで、実際その目標を達成してきたっていう実績があることで、それが自信になるっていうことですね。今までもっと難しい困難や目標を達成してきた。なんで目の前のこの課題とか目標もきっと私なら達成できるだろう。そういうことですね。そういう感覚が身につくってことですね。で、これが最も強力で、自己効力感、強靭なメンタルの土台になると言われてますね。たとえどんな小さなことでも達成できたっていう思えることが大事で、達成できたっていう感覚があると脳内では、快楽物質である、ドーパミンっていうのが出るんですけど、このドーパミンが出ることでもっとやりたい、そのドーパミンが出た行動をもっとやりたい、感覚が芽生えるというか、行動を促進すると言われてますね。〇〇依存とかあるじゃないですか。ゲーム依存とか薬物中毒とかもそうですけど、なんちゃら中毒、なんちゃら依存っていうのは、このドーパミンが過剰に出過ぎちゃうっていうのが原因と言われてますね。その行動をせずにはいられないみたいな衝動みたいな政治的衝動を起こさせるのがドーパミンですね。それを達成するという行為自体、達成するというプロセスにくっつけるのが自己効力感を高める、最強の方法になるっていう話ですね。目標を立てて遂行して実行して目標を達成できた。心地いい達成感、ドーパミンが出てる。目標を達成したという行動をまたやりたいと思える。こうやっていいサイクルが出来上がって、これができた。じゃあ次これをやってみよう。これもできたら嬉しいはずだ。できた。嬉しい。これもやろう。で、その嬉しい経験を振り返った時に、これとこれとこれとこれを達成してきたんだな。じゃあ次このも達成できるだろう。みたいなね。そうやって、自分の揺るぎない自信、自己効力感が育っていくと言われてますね。よく言われる、小さな成功体験を積み重ねるってやつですね。これが最もエビデンスがあって強力なやり方ですね。だから世界中でこのアドバイスが流行ってるってのはありますね。とにかくちっちゃくてもいいから達成する気持ち、またやりたい、達成したい、達成したい、達成したいで達成しまくるっていうこの達成気持ちを繰り返すですね。のが自己効力感につながっていくっていう話ですね。で、2番目が代理経験ってやつですね。これは何かと言われたら、自分と似たような境遇の人が、自分が達成したい、目指したいと思える目標ですね。を達成している姿を見て、感銘を受ける。そういう経験ですね。この人ができるんだったら自分もきっとできるはずだって思えるってことですね。つまりは。こういうのも自己効力感になっていきますよね。自分と似たような人、似たような能力、似たようなスペック。スペックって言い方あんま好きじゃないんですけど、そうですね。自分と似たような人でもできるっていうのを見ることによって、私にもきっとできるはずだっていう、誰かの達成を自分の心の起爆剤にするというかね。代理達成って感じですね。よく言われるロールモデルってやつですね。の力を借りて、自己効力感を高めることができますね。で、3番目ですね。3番目が、言語的説得ですね。要は自分自身を説得するってことですね。どっかのスポーツ選手が、私ならできる、できる、できる、できるみたいな。やればできる、お前ならできる、やれ、やれ、できる、できる、できるみたいな。連呼していくみたいな。ああいうのも実は自己効力感を高めるのに有効なんですよね。これこそなんか根性論に見えるかもしれないですけど、自分自身を励ます、勇気づける、背中を押すっていうことですね。これは今回詳しくは言えないんですけど、こういうテクニックをスキルコンパッションって言うんですけどね。自分自身への思いやり、自分の心の中に最高のコーチというか、カウンセラーというか、心を見てくれる師匠を作るというか、そういうテクニックですね。これも科学的根拠、いろんな実験、多種多様な実験をもとに、効果がある、テクニックと言われてますね。あとはシンプルに信頼できる人から、あなたはできますよって、声をかけてもらうっていうのも、言語的説得になりますね。なんか尊敬する人から褒められた言葉って結構長いこと覚えてて、それが自分の自信の核になったりするじゃないですか。なんか最初に褒められたことをなんかすげえ上達していくみたいなって思いますしね。仕事とかスポーツとかでも一番最初に褒められたことを繰り返して、自分の確固たるスキルにする人も結構いますよね。
かくいう私も結構掃除とか得意なんですよ。整理整頓、物を整理整頓したり、すっきり収納したり、機能的な配置を考えたりですね。するの結構得意な方で、自負はしてるんですけど、それって小学校の時に先生に、なんか掃除の仕方上手だねって一回褒められたことあるんですけど、それがもう未だに覚えてて、あ、私って掃除が得意なんだみたいなね。そうそう。その人からの言語的説得じゃないんですけど、褒められたことで、今でも、得意技というか、得意領域の中に整理整頓とか掃除をするってのが入ってますね。あとは体を動かすの結構好きというか得意なんですけど、また自分で言っちゃうとちょっと嫌味っぽいんですけど、それもちっちゃい時に親から、もともとちっちゃい頃から体を動かすの好きなんですけど、近くの大きめな自然公園があるんですけど、そういうところで動き回ったり、ちょっと崖っぽいところをなんかロッククライミングしたり、今思うとすげえ危ないんですけど、そういうので鍛えられたってのはありますね。木登りとかもよくしてたしね。あんま褒められたことじゃないんですけど、人ん家の屋根を登って、なんか当時何見てたっけな、なんかネズミ小僧みたいなのいるじゃないですか。水戸黄門かあれ。なんか時代劇見てて、屋根から屋根に伝っていくやつあるじゃないですか。あれかっこいいなと思って、それを真似してて、人ん家の屋根の上登ったりね、屋根から屋根みたいな。やってたな小学1、2年の時とかですね、ほんとちっちゃい時からそういうのをやってたんで。そういうのをやっていく中で、親とか友達とかに、すごい身体能力だね、みたいな褒められたことあって、あ、俺って体動かすの得意なんじゃねみたいなね。そういうので自己効力感が上がっていったみたいなのありますね。あまりこういうの話しすぎるとなんか自慢っぽくなっちゃうんで、この辺にしときますね。要は何を言いたいかと言われたら、ちっちゃい頃、一番最初に褒められたことってのは結構自信に、自己効力感につながりやすいですよっていう話ですね。だからなんか会社とかで新人教育をする立場であるのであれば、一番最初にかける言葉っていうのはめちゃくちゃ慎重に言った方がいいですね。自分がちょっと信頼されてるのが前提なんですけど、一番最初に褒めたことはそのままその子の自信につながったり、でそのままその子の得意領域になったりしますんでね。ゲームで言ったらリセマラじゃないんですけど、そう一番最初に手に入るモンスターってなんか重要じゃないですか。なんでそのモンスターを厳選するかのように、一番最初に褒める言葉ってのは結構慎重にやった方がいいですね。その傾向が強くなることがありますからね。心理学のテクニックでこういうのピグマリオン効果って言うんですけどね。教え子は先生の期待通りに育つみたいなね。期待した通りに育つみたいな。この心理効果は、信頼関係が成り立ってて、先生からの信頼ってのを生徒が感じてるっていうのが前提なんですけどね。生徒が、この分野でこの先生は私を信頼してくれる。だったらもっと頑張んなきゃ、みたいなので、どんどん能力が向上していくみたいなね。そういうのありますね、心理学で。で、ちょっと悪い癖なんですけど、話脱線しすぎてるな。大丈夫かな何の話してたっけ？自己効力感の話か。で、言語的説得ですね。言葉で自己効力感を育てる。鍛えるっていうやり方ですね。それで、一番最初に褒められたことってのは結構、後々になっても影響ありますよっていう話ですね。次行きましょう。4番目ですね。自己効力感を高める仕組みですね。生理的、情動的喚起ですね。これは一言で言ったら何かと言ったら、解釈の勘違いですね。生理的反応、ドキドキする、緊張してドキドキするとか、焦るとか、不安になるとか、恐ろしく感じるとかですね。そういうなんか負の感情とかストレスとか出てる時に、もうダメかもしれないっていう考えるのと、よっしゃー高まってきた、興奮してきた、これを乗り越えたらきっととんでもない快感が得られるぞみたいなね。ブルブル震えてる、これは武者震いだとか考えられる。この2つですね。で、明らかに後者の方が、なんか乗り越えたらきっと楽しいと思える方が、自己効力感高いイメージあるじゃないですか。実際にその体の反応、緊張するとかそういう焦るとか不安になるっていうのをポジティブに解釈できる人の方がパフォーマンスが高いと言われてますね。で、今言ったこの4つの仕組みをうまく使うことで、自己効力感、心の筋肉ですね、育てることができますね。で、お待たせしました。これからその心の筋力ですね、を鍛える具体的な方法を3つほど紹介していきたいと思います。先ほど紹介した自己効力感を高める4つの仕組みですね。達成経験、代理成功経験、言語的説得、あとは生理的情緒的喚起ですね。この4つの仕組みを日常生活に溶け込ませ、心の筋力を育てていく方法ですね。具体的で超簡単な3つの方法、習慣を紹介していきたいと思います。1個目ですね。1個目が達成ノート、達成日記を作るですね。
これ私も最近やってんですね。ここ半年ぐらい。何かを完了した、達成したら、小さいことでもいいので、その達成した内容と気分と日付を書く。たったこれだけですね。タイミングとしては夜寝る前か朝起きた時ですね。朝起きた時に前の日の達成を思い出すみたいなね。できれば、3つぐらいがいいとは言われてはいるんですけど、なかったら1個でもいいですね。なんか1個でもいいんで達成したことを、ノートに書いていく。日記に書いていくっていうのがいいですね。日記アプリとか取るのはおすすめかもしれないですね。で、一言でいいからできたことを書いていくですね。これ、自己効力感めっちゃ上がりますね。なぜなら計画を立てた、それを実行できた、嬉しいっていう、先ほど説明した、達成目標ですね。それを、認識することができる。ポイントは、完璧主義にならないのと、あとは、小さな、成功体験でいいってことですね。とりあえず、計画を立てる。達成する。このプロセスができて、達成できて気持ちいいっていう感覚が湧けばいいので、何でもいいですね。例えば、朝カーテンを開けるとか、一番最初にカーテンを開けるとかでもいいですし、朝一で水を飲む。腕立てを5回だけしてみるとか、休日の朝は必ず15分ぐらい家の周りを散歩するとか、あとは1日1ページ本を読むとかね。そういう本当にすぐにでも5分以内に実行できそうな、取り掛かり始められそうなことですね。超簡単なことでいいので、計画を立てる、遂行する、完了するですね。っていう経験を増やしていく。っていうのが、自己効力感を高める、効果的な、習慣というか、方法になりますね。で、やはり成功体験書いたら、嬉しかった、楽しかった、気持ちよかった、またやりたいみたいなね、感想を添えるのも大事ですね。で、それを見た時に、振り返った時に、疑似体験というか、もう一回追体験というか、そういえばこの時これ達成してこういう感覚が湧いたなみたいなので、またその思い出すことによってその認知というかその行動の概念が浮かんだ時にその達成するっていう快感も一緒に感情として結びつくので、またその行動もやりやすくなるっていう仕組みがありますね。ある行動に対してドーパミンが湧いて気持ちいいってなると、そのドーパミンの湧いた行動をまたやりたくなるっていう脳の仕組みですねがあるんですけど、そういうのも働くのでね、達成日記はマジでいいですね。はい。振り返るのがね、楽しいというかね。これもやったな。この日これやったな。これもやったな。みたいな。これもやってたんだ、みたいなね。忘れるぐらい小さなこととかもね、書いてても全然いいですね。見ることによって、追体験できるんでね。そう。結構おすすめですね。手軽なんでね。で、この科学的根拠っていうのは、私たちの脳っていうのはポジティブな出来事よりもネガティブな出来事の方が約3倍ですね、反応しやすいと言われてますね。こういうのをネガティビティバイアスって言うんですけどね。この仕組みが身についたのは危険なこととかやってはいけない行動とか失敗した経験体験ですね。で、そういう命に関わるような経験を覚えておくことで長らえてきた、長生きしてきた先祖の子孫が私たちなんで、そういうネガティブなものに反応する人たちの方が長く生き残ってきたっていうのがあるんで、そういう人たちの遺伝子ですねが入ってるよっていうことですね、脳の仕組みとして。なんで放っておくと、意識してないとどんどん人間ってのはネガティブな感情というか、そういうネガティブなところに意識が向きやすく、自動的に向いてしまうっていうのが傾向があるんでね、そういうのを修正する、そういうネガティブな自分を下げるような、自分を批判するような言葉は自己効力感を下げるんで、自己効力感を下げる原因を防ぎつつって感じですね。あとはポジティブな自分自身への信頼を高めつつっていう、予防と向上の2つができるっていう、テクニックですね。この達成経験というのはやればやるほど、達成したいっていう癖がつくんでね、有言実行できるようになりたいっていう思う人にも結構おすすめですね。計画を立てる、実行する、完了する、気持ちいい、もっとやる、計画実行達成、計画実行達成みたいなね、繰り返すうちに計画立てたら達成までがもう自分の中に当たり前になってくるんで、その当たり前がその自己効力感を大きく固く強くしていくんで、おすすめですね。で、自己効力感を高める習慣の2つ目ですね。週に1回でいいので、ロールモデル学習の時間を作るですね。ロールモデル学習は何ぞやっていう感じなんですけど、自己効力感を高める仕組みの2番目でいった、代理経験ですね。を、意図的にやるって感じですね。ロールモデルってのは、この人をお手本にしたいって思える人物ですね。自分と似たような価値観とか境遇で、自分と似たような能力を持ってる人が最適ですね。
その人の成功体験を見ることで、私にもできるかもしれないって思える感覚が、そのまま私はやればできるっていう自己効力感の感覚につながっていくんで、自分と近しい人をモデルにするっていうのは大事ですね。そのロールモデルになる人の、動画を見たりとか、俳優とか声優だったらそういう人の作品を見たりとか、あとは本を書いてるのであれば本を見たり、インタビュー記事を見たり、雑誌のインタビューとかですね。あとはその人のことを、SNS で調べたりとかですね。そういうのを、週に1回、1日30分でいいので、そういう時間を作るですね。別に実在する人物じゃなくてもいいですね。架空の登場人物とかアニメとか漫画のキャラクターとかでも全然いいんですね。あとはドラマとか映画とかね。そう。とにかく自分と近しい人を見つけて、その人ができてるっていう、その人の経験ですね。を見て、私にもできるかもってものが大事ですね。で、ポイントは成功した経験、成果だけじゃなくて、その人が失敗した、過程とか、プロセス、感情の動きとかを見るのも大事ですね。その人がどういう失敗をして、どういう試練を乗り越えてきたかっていうプロセスですね。に注目することで、私はきっとダメになるかもしれないっていうのを予防するというか、失敗したらどうしよう怖いな。でもこの人も失敗してるけど、でも最後には立ち上がって、ちゃんと前向きないい未来を手にしてるな、みたいな、そういうのを見ることで、勇気になるというか、自己効力感に変わっていく。自己効力感が鍛えられていくっていうのはありますね。で、そういうロールモデルの作品とかインタビューとか動画とか見終わった後に、一個でもいいんで、盗めるものを見つけるというか、この人がやったこの目標というか、この実績を一個でもいいから自分もできるようになるみたいなね。そういうのを目標にするのもいいかもしれないですね。例えば憧れの人が富士山を登ってから自分を鍛える姿勢が変わったみたいなインタビューを流してたら、よし、じゃあ私もこの1年以内に富士山登りきろうみたいなね、目標を立てるとか、そういうのでもいいですね。で、その目標が達成無事できたら、やっぱり私にもできたみたいなね。証明になるというか、そういうのも自己効力感に変わっていきますね。で、自己効力感を高める方法の3つ目ですね。3つ目の習慣が朝のアファメーションと夜のリフレーミングですね。この方法っていうのは、自己効力感を高める4つの仕組みで話した、言語的説得と、あとは生理的情緒的喚起ですね。この2つを同時にできる、トレーニング方法ですね。で、アファメーションっていうのは何かといったら、詳しくはまたしっかりその一つのテーマで動画にする予定なんですけど、一言で言ったら自分自身の信頼を高める自己暗示ですね。私はやればできるみたいなのを自分自身に、鏡に向かって言うのが一般的ですね。鏡に向かって、あなたは一つずつ毎日成長してるみたいなね。あなたは昨日これを達成できた。なんで次の目標もきっと大丈夫だみたいなね。自分自身を勇気づける言葉を、鏡に向かって、自分自身を励ます言葉を言っていくっていう、単純なテクニックですね。それが自分自身への言語的説得になりますね。リフレーミングってのはフレームを変える、見方を変えるってことですね。つまり物事の解釈を変えるみたいなね。物事はコインの裏表というか、いい面もあれば悪い面もあるわけで、その悪い面を向いてる時にくるっと返していい面を見るようにするってのがリフレーミングですね。で、例えば失敗した出来事とか嫌な思い出を思い出した時に、この経験から得られる学びは何だろうかみたいな。なんてダメなやつなんだ。自分はもうどうせダメだ。恥ずかしいみたいなのを解釈を変えて、この失敗経験を自分の成長の糧にするにはどうしたらいいだろうかみたいなね。なんてダメだって下向いてたのが上を見るようにするみたいなね。リフレーミングするですね。そういう上を向けるような質問を自分に投げかけていくってことですね。失敗を単なる負けではなくて価値あるデータが取れたって解釈するってことですね。要は。そうすることで、自己効力感は高まっていきますね。これを聞いて自分自身を説得するってなんかうさんくさいなとか、達成日記なんてただの気休めでしょ、そんなんやる意味あんのみたいな、感じるかもしれないですけど、聞くのとやるのは全然違うってよく言われるように、実際やってみると、感覚なんでね、そう。それも解釈の違いというか、効果がないよって思ってやってたら、半信半疑だったら、その分、心のトレーニングなんで、その意味ないよみたいなのに引っ張られちゃうってのがあるんでね。とりあえず何でもいいんで最初は続けてみるってのは大事ですね。とりあえず何でもいいので一度やってみる。で、改良できるところは全然改良しちゃってもいいですし、今回話した4つの仕組みですね、に即していれば、
全然自分のやりやすいやり方で全然いいと思います。アファメーションとかうさんくさいっていう人は、無理にやる必要はないですし、できたことを記録するけど、あんまり自信がついた感じがしないっていう人は、感情の深掘りがちょっと足んないかもしれないですね。あとは、期待しすぎてるってのもありかもしれないですね。こんなんじゃダメだみたいなね。そうそう、厳しすぎるというか、そうそうそう。ちょっとしたことでいいんですよね。あ、できた、嬉しい、楽しい、なんか楽しいな、なんとなく楽しいな、なんとなく嬉しいなって、そういうのでいいんですよね。少しでもいいので、ドーパミンが出るような感情が湧けば、それの積み重ねですね。で、ちょっとずつ、心の筋力に例えられるように、ちょっとずつ育てていくものなので、続けるのが大事ですね。今紹介した3つのやり方何でもいいんですけど、やっぱりおすすめなのは達成日記ですね。で、手軽ですね。ぜひ騙されたと思って1ヶ月でいいんでやってみてください。大事なのは、計画を立てて、その計画通り実行できたっていう経験を増やすってことですね。これは地道に、やろうと思えば誰でもできると思うんで、淡々とこなしていくってのもいいかもしれないですね。で、できて当たり前みたいな感覚になったら、それはもう自己効力感が育ってるってことなんで、無理に鍛える必要もないのかなって感じですね。もともと備わってるのでね。そう。だって自己効力感が低かったら、たとえ小さな達成でも、やったできた嬉しいって思えるはずじゃないですか。それを思えないってことは、達成できて当たり前だと思ってるんで、これはもう自己効力感が高い証拠ですね。そういう人は自己効力感を高めたいんじゃなくて、自分の中の原動力、心の原動力、うおー、やってやるぜみたいな燃えるような感覚が欲しいんだと思いますね。達成日記を書いて何も感じないっていう人はね。そうそうそう。こんなちっちゃなことではダメだみたいなね。そういう人は自己効力感があるで、もっと大きい目標とか、そうモチベーションが上がるような、自分の心を燃やせるような、目標を目指すのがいいかもしれないですね。はい、それでは今日のまとめですね。自己効力感を科学的に高める方法ですね。自分には無理、自分なんてどうせっていう無力感っていうのは、才能のせいではなく、後から鍛えられる、自己効力感が下がってる、サインと言えますね。そしてこの心の筋力を鍛える、最適なトレーニングが、達成経験、代理経験、言語的説得、定理的情緒的喚起ですね。であり、この4つの仕組みですね。を自然にできる方法が、達成日記とロールモデル学習とアファメーション&リフレーミングですね。本当に自分の人生に自信を持ちたい、自分自身に自信を持ちたいっていう人は、自己効力感は必須なんで、自分のやれることから、ぜひ一個ずつ試してみてください。さあ、この動画を閉じた時、あなたが取り組む最初の小さな一歩は何でしょうか？ぜひ、あなたが、実践した方法とかですね。あとは、私はこのロールモデルみたいになりたいみたいなのがあれば、コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。文字に起こすことで、それがより認知、自分の中で、認識が強くなったりもしますし、その他の人のロールモデルを知ることで、似たような経験とか、新しい刺激とかですね。あとは、自分の世界を広げるきっかけにもなったりするので、ぜひよかったら、コメントもお願いします。これからもこのチャンネルでは、今日紹介した内容のように、科学的根拠に基づいた方法で、あなたの可能性を最大限高めるためのノウハウですね、をシェアしていこうと思います。今回の動画が少しでも役に立ったなぁと感じたら、ぜひともチャンネル登録、高評価お願いします。あなたのその小さなできたっていう経験の積み重ねが、やがて自分自身への大きな信頼に変わっていきます。なんで、こんなこと意味あんのかなとか思わずに、ぜひ一個ずつね、達成日記がおすすめですね。から始めてみてください。何でもいいんですけどね。今日紹介した内容。それ以外でもいいかな。このさっき話した4つの仕組みに該当する方法であればね。ぜひ一個ずつ実践して、できたという経験を増やして、自己効力感を高めていってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今日の関連動画は、昔挙げたメンタルが強い人、弱い人の特徴の違いですね。これを知ることによって、心の強さみたいなね、自己効力感も関係してきますしね。そうそうそう、強くなる方法を、より具体的に、自己効力感以外でですね、鍛える方法を、紹介しておりますので、鍛える方法というか考え方ですね、マインドセットですね、意識づけの問題ですね。そういうのを、紹介した動画があるので、コメント欄に貼っとくので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。よければまた次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またねー。